もう12月になりましたので、もう冬の作業で今日ビニールハウスを作りました。つけました。作りました。ただし昼間暑すぎるので開けてあります。はい。まだね、はい、今は暖かいですね。今の時期の作業というのは、とりあえず枯れ葉を落として木の形を見えるようにすることですね。こういうのね、あけびですね。はい。そうしないとね見えないの。うんでこう見た時にどの枝が変でどこに花芽がついてるかとか考えるのね。これ花芽ですね、上ね。はい。あとはもうひたすら枯れ葉落としまあそうなりますよね。そうですよ。切らないからね。汚れちゃいますもんね。落とした後でどこ切るか考えるね。それはもうしょうがないことですよね。でも綺麗ですからね。そうですね。だいぶ落としちゃったんで、もう、これ綺麗だもんね。獅子頭ね。はい。獅子。私は小奈良の紅葉が好き。すっごい綺麗なの。透明感がないオレンジ。意外なんで。なるほど。小奈良綺麗ですよ。そう、まあ消毒もありますけどね。葉っぱ落としちゃってからね。軽く消毒。大野さんのとこは何で消毒してるんですか？うちはね、前ね、石灰溶剤。石灰溶剤ね、白くなっちゃうんで、あれいいんですけど、真冬の売店の時とっても困る。山もみじとかカエデはいいの、白くなってでも葉っぱのあるやつにかかったら悲惨ですからねこういうのね、だから虫とか今総合的に何でも効くやつを売ってるから、一般の人だったらこうスプレー式のよく見ると全部書いてあるからね、紅葉が。それを吹きかければいいんでしょう。例えばなんてやつだろう。ベニカとか。ベニカとか。あれ何でも効きますよ。貝殻虫も効くし、あとなんだっけ葉っぱ白くなる。あれも効くし、もちろん虫は全部死ぬし、だから殺菌作用はないから殺菌作用のあるやつを、やった方がいいんだろうなと思うんだけど、うち実はあんまり消毒しないんです。あ、そうですか。気になったとこしかしないの。前、マラソンとスミチオンが混ざってる、あるんですよ。そういうのが、それ巻いてたけど別にどうつこともないんでね。そんなに変わんなかったってことですか？見つけ次第です。なるほど。見つけ次第です。毎日見回っててちょっとでもおかしかったらその場でやるみたいな、部分的にでもね。本当は石灰溶剤巻きたい。一回巻きたい。だけどどうかな。そうですね。常緑にかかっちゃうとや。まあ一般の人はあんま持ってないですしね。その溶剤は売ってないんだよね。飲んじゃった人が危ないっつうんでね。あとあれですよね。この置き場、このハウスに入ってるものと入ってないものが。それはそうですよ。松はほとんど外。松は外。未生のこんなちっちゃいのは入れます。灰色が悪くなっちゃう。あとはごく一般的なものが入っていて、入ってないのが心拍。まあね、これ寒いと色変わっちゃうんだけど、そうですね。まあ入れても入れなくてもみたいな。寒さで枯れるってことはあんまないですもんね。色が変わるだけ。だから松類だと入れなくちゃいけないのはこのくらいのサイズ。種まいた1年生、1年生とか2年生ぐらいはちょっとしまった方がいいかなと思います。まだ早い。まだもう凍らないですし、霜が上がってきたら、あとはと寒がるものはこういうふうに、これはビニールハウスない方でもこう穴開けてね、ちゃんと水がはけるように。でこれ台湾告げですね。台湾告げね、寒がらすとこうなりますからね。これね、寂しくなる。人一倍寒がっちゃったんですね。あと緑色なんだけど、今すぐ入れないとこうなります。もうこのぐらいの寒さ、12月半ばぐらいの寒さでなります。台湾入れといた方がいい。もう入れた方がいいです。それでこうやってね、夕方2つのこうやって
美味しくて、朝になったら開けて、で水もあんま乾かないんで3日に1回ぐらいですよ。あと金酢ね、金酢は絶対閉めます。なるほど。今ビニールハウスに入ってる。だからご自宅でやってる人はこういう風に発泡スチロール入れたら、スーパーの裏口でこう空き箱とか、ご自由にお持ちくださいみたいのがあると思うんです。それもらってきて、下に穴開けてね、穴開けないで水やったらね、水溜まりますから。しかも結構水持ちますよね、発泡スチロール入れとくと。そう、乾かない。結構長く水やんなくても1週間ぐらい平気。そうですよね、旅行も行きやすい。そうですしまっちゃえばね、うちであと入れるのはこの赤松が寒がると赤くなっちゃうんですよ。もう赤くなってきたからね、売りにくいので入れますけども、入れなくても大丈夫。入れなくても枯れはしません。まだ早いんでね、もみじの葉っぱもついてるしね。あとは梅とか桜を花を早くしたい人は、ハウスとか、発泡スチロールなり。梅は冬至梅はお正月に咲かせるものなんで、それはもう温め始めますけど、普通の梅は1月の終わりが普通なので、外に出しっぱでも大丈夫。寒いのは平気なんですよ。桜だけですね、温めちゃいけないの。今はダメ。一回寒さに当てた方がいいってことですね。寒さ当ててください。あとは煮物は鳥が食べちゃうから網に入る。でも外なんですね。これはいやハウスを建てたのが今日なので、まだ入れてない時。まだ入れてない時です。これはやぶこうじ。やぶこうじですね。これはお正月に使う松竹梅に入れるやつですね。あとはピラカンサとかクチナシとかマユミとかリンゴとか、こういうのはね鳥食べます。何しろ紫式部を全部食べられてしまう。そうですね。フェスの時にね、実がついてなかったですね。そうですね。あれ早かったです。これ鳥かごの下取ったやつですよね。これだけ。これもらってきた。なるほど。で、食べられないのはバラ。野バラはね、大丈夫なんですか。トゲがあるからね、鳥がね、一番最後なの。面白いよ。でも一般の家庭の人鳥来るかな。うちはほら山だからいっぱいいる。うちは見物がないからどのぐらいですか、冬の管理でいうと。そう寒がるやつベストワンが台湾つげとハリツルマサキとヒメオオトウ。ヒメオオトウとハリツルマサキは寒がると葉っぱが全部落ちちゃいます。それから枯れるわけじゃないんですけど、芽吹きがすごい遅くて4月の終わりか5月にならないと葉っぱが出てこないの。1回落ちると。なるほど。そうするとねとても弱るので、あの2つは、台湾つげはもう同じですけど、この3つはもともと外国のもんだから。そうだから沖縄の植物やってるヤンバルガンピとかさ、それからあと何て言うんだっけ、ガジュマルとか、あれ盆栽にしてる人もいるんですけど、あれはハウスとかこういう問題じゃなくて暖房のある室内、もう入れないとダメです。室内にしまってください。なるほど。完璧暖房で OK です。その次に弱いのは金酢でしょ。金酢は多少寒くてもいけんだけど、それでも灰色が悪くなるから来年のためには金酢はしまう。なるほど。例えば岩ひばなんか寒いとこうなっちゃうんですけど、春になるとこうなりますから、あれは冬場鑑賞したい人は室内に入れる。それだけかな。それぐらい思いつかないですね。注意することはそれぐらいですか。そうです。消毒と置き場所。消毒は冬場は1回した方がいい。なるほど。逆に今の時期とか、12月1月ぐらいにあるのかな、なんか見栄えがいいやつとか時期物の木とかあるのかな。草でも。草はひな草が咲き始めた。ひな草あります？取ってみます？花咲いてんの持ってっちゃったんだよ。なんかクラブにね運んだ。なんかちっちゃいですよ。ほんとことあるな。でもこれひな草
ヒナソウは今から咲き始めて、冬場は 2,3 個ずつ咲いて春に満開になるんですけど、満開の時より 2,3 輪ずつ咲いてる時の方が情緒があって可愛い。これは青です。白もあります。白も、はい、今売り出しますね。ちょうど今頃ね。分けて秋に分けて少し落ち着いてきたところ。増えますからもこもこも。結構だから長い間見れるんですね、花は。じゃあ長いですね。だから1月2月の展示会で飾る人いますね。これはね。これはちっちゃいのやってる人はいいかも。福寿草なんかがあればねあれだけど、まあこの時期ね、雑木は枝ぶり見れるから買いやすいっていうのもあるそう冬の間の方が何でも木が見えるので、よくわかんのね。花輪だってなんだって葉っぱがあったらわかんないじゃないですか。もっこもっこしててね。これなんかだってもう落ちたからくっきりと見えるの、こうなるとこの枝が邪魔だとか、ここで切るとかここで落とすとかね。そうですね、自分なりにこれぐらい葉っぱも残ってるとね、葉所も分かっていいですよね。葉所も分かるし枝ぶりも分かるから、これ結構いい木です。未生です。未生か。もう古いですね。何年経ってるかな。5、6年6年くらいなんないけどね、なんないけど、これからボケが咲くんですよ。だからボケのね、これは玉錦ボケというね、ボケの花芽はどこにある？ボケの花芽はあります？これ。これ。あ、それ花芽なんですか？これとかこれとか。これもそんな幹か。そう、幹で咲くんです。ボケは。だからこれね。ここ。なるほど。これ花芽なんですね。そうなんです。先っちょはね咲かないんですよ。ボケはほら先っちょには何もついてないでしょ。この辺でだから切っちゃっていいんです。バスッと。これもいらないですよね。上の方はねバツッと切って幹から咲くの。だから今ボケ売ってたらよく見てね。これついてなかったら咲きません。今このくらいです。ちょうどこのくらい。ボケはそう、これ2月咲きますから、もしグリーンクラブで行って売ってたら、よく見て。12日からのやつ、20% セールやってます。その時にボケ欲しい人はもう葉っぱ落ちてるのが結構あるんで、見てね、これ花芽だなと思ったら。あと何かありますか？今おすすめのものでもいいですよ。セールなんだ。長寿梅おすすめですよね。もうこんなになってますからね。長寿梅ほら花芽びっちりね。今頃咲いてどうすんの？展示会ないよって感じだけどね。これすごいでしょ。皆様会でもこれ値上がりなんですね。そう。これ見つけてきたんだけど面白いな。ね。これなんだろうね。これね。この辺で切っちゃうのビシッて。すごい吹きがいいから宮様会ではここで切っても吹きますよ。これいいじゃないですか。結構面白いですよ。これを鉢に入れて上の木を作っていけばね、ちょっと曲がりがね緩やかすぎるんで、こういうのがここがキュッときてるのにここが丸いからギュッとこっち向けてな、こっち向けてギューッと下にやる。ここ引っ掛けてここ引っ掛けてギュッてやって傷つかないように入れてね、やっとくの。これからの時期は植え替えですか？もうちはまあ桜の量半端ないんで植え替えして、それから植え替えられるものは植え替えます。順番的には例えば野原からですか？野原ね、もう2月からって言うんだけどもうできる。保護しないで済むから。寒がってもなんつこともないんで、野原はポットに入ってるやつをこうねさばいてね、多少切って鉢に入れたりは野原はします。思い切って切るやつは難しいんだよね。こんなのどうすんのって感じだけどね。これ白の長寿梅なんですよね。これ切ります。全部切ります。トゲのあるとこは咲きません。トゲがついてるとこは咲かないんですよ。こういうふうに。なるほど。そして花芽が今ほら。これ。だいぶちっちゃくできますね。これびっちりきてますね。
白の長寿があんまりないんでね。そう売ってない。うん、綺麗ですよ肌。うん。そうでこれほじくと多分二股になってるから、こういうのを切ってまあうちは根巻きで売るから、そういうやつは植え替えないでお安く保湿します、ね。それもグリーンクラブ持ってってんですか？これはまだこれから切って。ですね。白欲しい人いるんじゃないですか、結構ね、売ってないから。咲いてないと売れないのよ。まあそうですか。国風の時です。国風の時は売れるんじゃないですか。国風の時にで今ねあるやつは咲いてんのはもう持ってった。そうですか。こんなちっちゃいやつ。もう置いてあります。はい、白、赤と白セットで置いてあります。なるほど。はい。白ね、赤どこでも売ってますけどね。そう。ただ葉っぱが大きいの白は。だからね、ちょっとボケに近いんですよ。これ白なんだけど。そうなん。咲いてたんだよね。ほら、咲き終わったとこちょうどね。でさっきの切り詰めてってこんな感じの大きさにってことですよね。でも種類が違うからこれとあれは。そうなんですか。こっちはね、花がね、大きい。で純白。あっちのはね、多分ね、一回り花がちっちゃくて、それで白の感じが青緑っていうか、緑がかったお花。白でもこっちは純白。多分長寿梅でもそんな変わるんですね。あるよ。赤だって真っ赤なのとオレンジのとあるもん。木によって全部違うから、その親のね色を見てね挿し木するから。そうこの葉っぱ大きいでしょ。赤はこんな大きくなんないですね。白は葉っぱが大きい。そう。あとなんか枝が太くなるようなイメージがありますよね。小枝ができないんだよ。赤のが作りやすいけど、でも白でちゃんとできてるやつがあったらいいなと思いますね。綺麗ですよ。ね。綺麗。こんなとこですね。皆さんに冬の盆栽について最後何かありますか？管理と。冬の盆栽。木を抜くと水やり忘れるんです。冬はね、あるあるですね。意外とね枯らす人がいるの。もう大丈夫だよって気に入っちゃうでしょ。そうですね。3日に一遍とか2日に一遍とかになるとやったかやんないか忘れちゃう。なんで旅行に行く前は気をつけてください。そうですね。本当に。それからね、アジサイ。生アジサイ持ってる人、今頃がね結構ね花芽に影響あるんですよ。水をね。夏場と水やるのね山アジサイは。だけどもう大丈夫だと思って気抜くとね花芽がね枯れますから水気をつけてください。それから先端にも花芽が入るので、北風木枯らしに当てないように。花芽先っちょだけ枯れるんです。風がピューピューあるところに。霜もね。だからこんなぐらいの鉢植えの山アジサイだったら軒下の風の当たらないところに置いてください。別に温める必要もないし、ほっといて平気です。はい。それだけです。それだけ。じゃあ皆さんも冬も楽しんでくださいって感じですね。そうですね。冬は冬の楽しみ方。はい。こういうのがいいよね。ほら。これ何？葉っぱ落ちた時の姿がすっごい綺麗じゃん。ね。こういうのを楽しまなくちゃいけないですね。鉢に入れてね、じゃあ。そうですね。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。これね、未生の宮様カエデなんですよ。もう葉っぱ悪くなっちゃったけどね。これで丸2年ですね。だいたい太るのが早いんだよね、宮様カエデっていうのはね。なんでこう網伏せをしてないやつ。手に入れた場合、これもっとこんなに大きかったんですが、ここで切ってありますよね。それで切ることによってこういうところから枝が出るんですけれども、これじゃあもうまっすぐすぎるので針金をかけたいのですよ。ところがですね、宮様カエデは傷がすごくつきやすい。カエデもみじはすごい傷がつきやすいので、下手に針金をかけると食い込みつか後ついちゃうんですね。で治んないの。みっともないのすごく。なんで春とか夏に曲げとくとほんの1ヶ月2ヶ月で
跡がついちゃう、はいでだから硬いんですけど今からだと成長しないので傷がつきにくいんですよ。それでもこのまんまアルミ線を巻くと傷がつくので、これはチューブですね。水槽に入れる、熱帯魚のところに入れるチューブ、エアーチューブっていうんですかね。そう、それをねこうですよね、使うといいんで、これ、アルミ線これを通しますね。とクッションができるので、傷がつきにくいんですよ。でこれをこう刺すでしょ。元はまあいいんですけどね。これでこう巻きますね。この時目を痛めないように、わかるかな、ここに目当たりがあって、ここに目当たりがあって、ここに目当たりがあるので、目を潰さないようにうまく巻いてくださいと。よいしょと、こんな感じかな。プツッと。そうするとこれね曲がんないね、なかなかね。もうちょっと太いのでやりたいんだけど、チューブが細いんです。でこれをもう一回こっちに曲げたい。太りやすい木だから傷になりやすい。そうですね。で今休眠期だから今のうちにやっておきたい、葉っぱがなくて楽だしみたいな感じですよね。そう曲がんないんだよこれ。こんな感じ、少しこう斜めになればいい、こういう風にね、こういう風にね。でこれでダメだったら今度はここで引っ掛けて、まあ冬の姿は見られたもんじゃない、ここで引っ張ります、グッと。こで、ラストここで折っとく、こういう状態。そうするとこの形で、もうちょっと曲がるかな、もうちょっと下げられますね。これで春まで置いとけば、さっきまっすぐだったじゃないですか、多少こう湾曲ができてね、良くなるかな。心拍とかでこう引っ張って巻いて固定する時とかもこのチューブあるといいかもしれないですね。そうですこれね、ギュッとこのなんて枝に引っ掛ける時、これに通して引っ張ると傷つかないですよ、確かにね。これのもうちょっと直径が大きければいいんだよね、このアルミ製よりもあとちょこっと太くても入ると思う。冬の姿はみっともないけど、でもこれやったのとやんないのっては大違い。じゃあ芽吹く前ぐらいに外す感じですかね。そうですね、葉っぱ出てきちゃうと。そうですね、今やっとけば123だから3ヶ月で、冬は戻りが遅いから、冬の間にこう固定しちゃうといいかもしれない、これでだいぶ形変わるんで、雰囲気変わりますよ。まっすぐなやつを持ってくると思う。そんな感じだったでしょ、さっき。まっすぐだったもんね。まっすぐね。これじゃあ面白くないから、こうね、こうやるときにあれを使うと安心して傷がつかずにいきます。これが冬の作業、これからうちはやります。何しろこれ100本あるんで100本だからせっせとやる、頑張らないとですね。作業量が多いですね。そう、豆盆栽はね、ひたすらね、数作ってなんぼのもんなんでね、一から全部、種まきから全部なんで結構いろんなことやりますけどね。